こんばんは、お嬢さん。話をするのは何度目だろう。こうして話ができるのもあなたのおかげ。あなたが人とのつながりを持ち、心を成長させている証。特に彼とのつながりは一層強くなった。ラ・テンペランツァ。けれど心配はいらない。あなたが人とのつながりを求める限り、私は宿主の味方だ。一人で来てくれたようでよかった。話の通じない相手がいると面倒だからね。契約の運命の輪の力を使う時が来た。時間もない。始めようか。ネーベに運命の輪の力を使ってもらいたい。君の力でネーベの持つ星の力を変質させる。君ならそれができるだろう？いや、運命の輪ならかな。君は運命の輪をどんな力だと思っている？君の知識は審判や月が必死に導いた答えだろう。かなり近いが解釈が少し違う。運命の輪の力の能力は他のタロッコに対し能力を使えるようにするための存在。つまりタロッコが宿主を食いつぶさないようにするための抑止力。運命の輪は使用するもの、すなわち宿主の精神力が十分にあれば代償は不要な力だ。だが不十分な時には宿主から取り上げ、手の届かないところに確保してしまう。失った宿主は一からやり直しだ。宿主が記憶をすべてなくしては彼女の好物がなくなってしまうからね。育つまでの食料にするというわけだ。あるタロッコが他のカードの分まで宿主の生命力を奪おうとする。だがそのままでは宿主は息絶えてしまう。そこに運命の輪の能力を使用すると、運命の輪は他の方法を用意してくれる。例えば宿主一人から奪っていた生命力を他の者から奪うという形に。息絶え絶えだった宿主は徐々に力を取り戻すといった形だ。まあ、あくまでも例え話だよ。さあネベ、彼女の前に立って。わかりました。準備はいいかな？はい。君も準備はいいかな？フォルトゥナ。
なるほど。本当に宿主の君を大事にしているようだね。今のままでは足りないようだ。何事も10日交換、過不足があってはいけない。今、君がネーベに力を使うには、二人の心の距離が遠いんだ。君の記憶までもらうのは、俺の方針に反するんだよ。だけど、俺も簡単にやめるわけにはいかない。君との間にあるものは、契約だからね。でも、そうか。恋人たちが補完するのなら絆があればいい。足りないのなら高めればいい。旦那様。時間がないな。少し手荒な真似にはなるけど仕方ないね。はあ。星と運命の輪が揃ったのは何年ぶりだろう。俺は信じてるよ。君たちを。空気がよどんでる。これは相当でかい嵐になるぜ。空気で判断すんのか。さすが本職は違う。あ？バカにしてんのか？騒ぐな！無能な言い争いをしている場合じゃない。何か策を講じないと。我々はもちろんですが、このままでは島民にも確実に被害が出ます。アクアテンペスタ、100年に一度の巨大な嵐。史実にはこのノルディアの町が壊滅に追い込まれるほどの被害が出たとされている。前にアガタが話してたよ。この町が発展できないのはその影響だったって。なあ、お嬢を一人でウィルのところに行かせてよかったのか。ウィルは危険なやつだし、嵐も迫ってるってのに。だがウィルからは一人で来るよう言われていたはずだ。今私たちにできるのは、お嬢様の無事を願い、ただ待つだけです。ただ待てっていうのか。だったら俺だけでもお嬢のところに行く。普段なら愚者らしいって褒めるところだが、今回は別だ。よく考えろ、リベルタ。お嬢は俺たちのために頑張ってる。その気持ちを無駄にするつもり？そうだな。心配なのは誰しも同じだ。だが今は落ち着け、リベルタ。分かった。俺にできることをする。ああ。お嬢さんが戻ってきた時に困らないよう、被害を最小限に抑えるんだ。まず第一に行うのは住民の避難だな。手分けしてできる限り住民を港から遠ざけ高台へ誘導する。その計画、私にも参加させてもらえないか。アガタ。俺たちに頼み事なんてらしくねえじゃねえか。デビト、アガタの話聞こう。わかってる。確かにらしくないな。だが今回は許してくれ。ノルディア総督として
そなたらに頼みたい。ノルディアを守るため、私に力を貸してくれ。旦那様、なぜこんなことを。旦那様に呆れられた。私の力が足りないせい。私に触らないで。あなたも本当は許せないんでしょう。すみれのこと。無理をして優しく言葉をかけないで。そんなもの、私はいらない。本当は、すみれのこと、傷つけるつもりなんてなかった。私はただ、会いたかった。ずっと憧れていたから、すみれに。両親は早くに亡くなり、置屋に預けられた。周りの目は、私を人としては扱わない。ただ、商品としてしか、私のことを見ていない。そういう場所だった。ただ自分を押し殺し、相手のために尽くす。息が詰まりそうな毎日。そんな毎日を過ごす中、私に姉がいることを聞いたの。すごく綺麗で、優秀な女の人。それがすみれ。置屋のおかみさんが引き取ってくれたのも、私がすみれの妹だったから。すみれの妹。みんながそれに期待した。その気持ちが単純に嬉しかった。だけど、それは続かなかった。すみれの妹。その肩書きが私に重くのしかかる。周りは私にすみれの妹であるように、すみれのように綺麗で優秀な人であることを求めた。いつの間にか憧れよりも憎しみが溜まっていった。そんな私を旦那様は救ってくれた。狭い置屋から広い世界に連れ出してくれた。なのに、あの人は旦那様のことを。依存と愛情は似ているわ。けれどそれを履き違えると大変なことになる。真の名を名乗らせず、与えた名前しか許さない。それを大切にしているという？隣にいる人が信じるに値するかは、もう一度よく考えなさい。すみれは、
私に過去を追いかけずに、自分のために未来を歩きなさいと。私は、ジャポネを出てから、ずっと旦那様のためだけに生きてきたのに、悲しかった。私の生き方を、否定された気がした。どうしていいのかわからない。進む道が見つからない。その時、悲しみが怒りに変わり、忘れていた憎しみが吹き出した。気づいたら私は、あなたに何がわかるの？すみれもあなたも、私の気持ちは理解できない。だから否定するんでしょ？でもね、よく聞いて、フェリチータ。この先、あなた自身が決めなくてはならないことがたくさん起きるわ。女だからといって泣いてすがっていてはみんな不幸になるばかり。命を懸けて愛しい誰かを守るくらい強い女になるのよ。私の可愛い娘。それはあなただから。すみれもあなたも強い。私は、あなたたちのように強くはなれない。でも、すみれは、嘘。そんなの信じない。そんなことはないわ。人よりいろんな道を通ってきたからよ。私もあなたと同じ、最初は苦労の連続だった。ジャッポネにいた頃は特にね。私は6歳の頃には働き始めていたという話はしたでしょ？あの頃は右も左もわからず、ただ戸惑うばかり。教えてもらおうにも、周りには自分の欲求のためでしか動かない人間だけ。何度も逃げ出そうと思った。けれど、生きていくためには我慢することも必要だった。それから私は明日を見ず、ただひたすらその日一日を生きていた。そうして私は、ここで一生を終えるのだと思っていた頃、モンドが現れた。あの人は私に過去ではなく、未来を見せようとした。自分と共に歩む未来を。だから私は、あなたには未来を目指して生きてもらいたい。たとえ辛い過去があったとしても、そんなもの関係ないわ。過去は変えられない。けれど、未来は変えられる。そうでしょ？ね。
すみれは、私のために。うん。私は、大変なことをしたのね。すみれに謝りたい。謝って済むことではないと、分かってはいるけど。私は、すみれともう一度、妹として話がしたい。それが私の望み。そして伝えてちょうだい。もう逃げないでと。港近辺にいた住民は全て避難させた。俺様たちの能力、住民に気づかれてないよな。特にセナは気づかれたら大事じゃんね。問題はない。俺が能力を使い視界を奪った。彼らは何も見ていない。ウィルもいないし、こんな大きな嵐、俺様たちだけじゃ無理だし。テオ、弱音を言う暇あったら能力の使用に集中して。手を抜いてるでしょ。防壁に負荷がかかってきた。ああ、やってるし。前こそしっかり働け。エルモの防壁で島を守り、テオの重力で波を抑え、それを俺の能力で隠す。ウィルは初めからこの夫人が敷けるよう契約させたのか。違うと思う。僕のこの力はレガールのためのものだ。ああ。この竜巻、どんどん威力が増してるし。しっかりしろ。セラ、あいつらはまだなのか。もう少しだ。ネーベたちは必ず来る。それまでは俺たちが耐えるしかない。たけたこと言ってんだ。俺様もう限界だし。俺の力を分けてやる。そんなんいらん。確かに今までとは比べ物にならない。急いでくれネーベ。お願い。私はノルディアを守りたい。だから私にあなたの力を貸してほしい。旦那様のためだからじゃない。これは私の選択。ノルディアは私が初めて訪れた島。私を受け入れてくれた場所。だからこの島のために力を使いたい。本当にそれでいいの？あなたの顔納得していないと思ったから。アルカナ能力には代償がある。それが気になる。
あなたは力を手放すべきだと思ってる？手放すべきものはいずれ手放すことになる。悩むだけ時間の無駄だと思う。私もそう。昔の私は捨てられなかった。自分のいる場所、立場を。私の名前はネーベ。今日から私は。ああ、君はネーベだ。旦那様。まだここを離れることに迷いがある？まあ、君はまだ若い。ここまで大きな決断は初めてかもしれない。すみません。私が弱いから決めかねているだけです。ネーベを責めているわけじゃない。ただ君が決められないのなら背中を押そうと思っただけだ。これは俺からの助言。手放すべきものはいずれ手放すことになる。悩むだけ時間の無駄だ。君の感じるままに行動した方がきっといい結果になる。手放すべきものはいずれ手放す。君はこのジャッポネに残るべき人じゃない。この国は手放すべきものだ。たとえここが故郷だとしても。君の未来を考えればいずれは手放さざるを得ないものだろう。ためらうことはいい結果を生まない。何事もね。旦那様。と偉そうなことを言ってみたが、実際のところ俺のわがままかもしれない。俺が君を連れ帰りたいというだけの。こう見えて俺は子供なんだ。君が考えるよりもずっとね。ねえべ、俺と一つ約束をしないか。君が過去を乗り越えたらネーベのことをユキと呼ばせてほしい。ユキ。本当の名前。その日が君にとって本当の意味での始まりだ。俺と君にとってもね。これまで旦那様が教えてくれたことに一つも間違いはなかった。ジャッポネから出たことも、旦那様と一緒にいることも。私のアルカナ能力、星は、たった一度だけ、人の願いを叶えられるというもの。ただし、アルカナ能力を持つ人や、タロッコには使用できない。運命の輪の力を使ってもらえば、使用できるようになる。そして、私は旦那様の願いを叶えたい。アクアテンペスタの軌道をノルディアからずらすこと。大きな力だから旦那様の力だけでは果たせない。この方法は運命の輪と星が揃った時にしか取れない方法だと言っていた。力を貸してほしい。フェリチータ。不思議な気分だ。ラステッラと君の間には
恋とは違う。けれども、簡単には切れない絆が見える。君は本当に愛されている。私も嬉しいよ。運命の輪を回してごらん。怖がることはない。創造主の言う足りない分を補ってもあまりある。わからない？彼だよ。タロックをよく知る人物。でも、急いでいるようだから、この話は今度にしよう。さあ、宿主、行くよ。星の運命は変わった。すべての願いを叶える能力か。すごい風。もう時間がない。おかえり、二人とも。俺の期待通りの結果を持ち帰ってくれたみたいだね。君の持つ運命の輪。今までとは比べ物にならないほどの成長を遂げている。だから言っただろう。それにネーベの星のタロッコも望んだ通りに変化している。本当に君は俺の星だったね、ラステッラ。ということは、私は旦那様の願いを叶えられる。そうだよ、ネーベ。君がこのノルディアを救うんだ。はい。うわー！テオ！限界だ。テオ、セラ、二人とも下がっていて。私がこの力でこの嵐を止める。危ない！ネベ、下がれ！どうして君がここに？願いは聞き届けられました。エザウディーレ・ソラメントゥーノ旦那様の願いを叶える。なんだ、一気に竜巻が吹き飛んだじゃんね。ああ、それに先ほどの嵐がどこかに消えてしまった。一体これは。僕疲れたよ。ネーベの星の力だ。ウィル、遅いじゃんね。悪かったね。手間取ってしまった。けれど俺は信じていたよ。テオとセラ、君たちなら俺が来るまで抑えてくれてると。相変わらず調子がいい。ホムンクルスの君もご苦労様。こんなにたくさんの人と関わったのは初めてだ。でも生きている実感がある。悪くないじゃんね。テオ、僕は先に船に戻るよ。ちょっと一人で考えたいんだ。
ああ。旦那様、私は願いを叶えられましたか？ああ、もちろんだよ。よかった。ありがとう、ユキ。おっちゃー、無事か？無事かどうかなんて見ればわかるだろ。確認だ確認。もしかしたら怪我してるかもしれねえだろ。ネーベと君たちのお嬢様のおかげでノルディアは救われたよ。そうですか。何か言いたそうだね。いえ、よかったなと思っただけですよ。お嬢様もこうして無事に戻ってきたわけですしね。ウィル、礼を言う。俺は今までアガタとの契約は破ったことがないよ。ああ、そうだったな。これで終わりだ。そうだね。君と俺との契約はこれで終わりだ。これからは友人としてよろしく頼むよ。ごめんだな。とても君らしいね。疲れたな。俺たちは休ませてもらおう。ゆっくり休んでくれ。相変わらずうさんくせえやつだな。俺もお腹空いちゃった。すごいなお前。こんな状況でよく食い物のこと考えられるよな。では皆で食事だ。ノルディアを救ってもらった記念すべき日をマスカレード最終日と共に祝おう。